さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい。このチャンネルは日本語学習者、中級者、上級者向けです。自然な話し方、自然な速さで話します。トランスクリプトを無料で公開しておりますので、私の春の日本語のウェブサイトからご覧ください。そして YouTube メンバーシップに入っていただくと、このエピソードで出てきた難しい言葉を学習できたり、日本の最新ニュースについて学べたりしますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。そして私の春の日本語のウェブサイトで会話教材も発売中です。仲良し後輩との休日編と北海道出張編っていうね、カジュアル系な会話とビジネス系の会話の2つの会話教材発売中です。リアル日本語会話というトピックなので、もう本当にリアルな日本語を勉強したい方おすすめです。まだ買ってないよっていう方、ぜひ買ってみてね。はい。ということでですね、今日はちょっと声が裏返っちゃった。今日はとか言って恥ずかしい。今日は敬語の話です。敬語好き？みんな。あんま好きって人あんまいないよね。私は好きなんだけど、実は。敬語好きなんだけど。今日は敬語の話です。はい。まあね、敬語って聞くとやっぱちょっと皆さん拒否反応っていうかもうアレルギーですみたいなね。なんか体が痒くなるみたいなね。人いると思うんですけれども。今回はね、敬語って思ってるほど悪くないよっていう話をしたいと思います。はい。なんかね、なんでこの話をしようかなと思ったんですけど、思ったかというとですね、やっぱ敬語が話せないとか、逆に、デスマス、これも敬語なんで、デスマスを使いすぎて、タメ口が話せないことに関して結構悩んでいるとか、なんかそういう相談とか悩みみたいなのをよく聞くなと思って。個人的な意見みたいなものを今日はシェアしたいなと思うんですけど、まずね、やっぱ敬語を身につけたい。敬語っていうのはデスマスの敬語ではなく、丁寧語とか尊敬語、なんかご覧ください、させていただきますみたいな、なんかね、伺いますとかいろいろありますけれども、これがね、覚えられないという、わからない、難しい、やばい、どうしようっていうね。はい。思うんですけど、これに関して私はよく言うのが、覚える必要ないよっていう考えなくていいよっていう結構言いますね。もちろんですね、日本で働きたい、今住んでるとか働きたいとか、なんか、そういう目標を持ってる人は、もちろんね、無視はできない敬語なんですけど、その予定がない人はですね、敬語に触れるチャンスってあんまりないじゃん。ドラマとか見てて何言ってんだろうって思ったりはするかもしれないんだけど、あと旅行に行くぐらいだね。何言ってんだろう。旅行に行くのもやっぱ大切なんだけど、なんか、それ以外の人ってやっぱ敬語に触れる機会ないから、触れる機会ない人は別に覚える必要ないなって私は思っていて。っていうのも、じゃあ日本人はどうやって敬語って覚えてんのって、いつどのタイミングで敬語覚えてんのって、ご覧くださいとか、ご覧くださいはショップ店員さんね。どうぞご覧くださいませみたいなね。デパートみたいなね。伊勢丹とかにいるね。いらっしゃいませどうぞご覧くださいみたいなね。なんて言ってんのみたいなね。癖強みたいなね。ああいう、敬語なんですけれども、何々させていただきますとか言ったりするじゃん。なんかそういうのって、別に勉強して覚えてるわけじゃないのよね。そう。テストで出てきたかもだけど、学生時代。みんなもさ、なんか JLPT とかさ、日本語学校の時にテスト出てきてさ、それでさ、結構さ、うわーってなるじゃん。なんか難しい無理みたいなね。やめてくれってね。はい。私とかもそうだったのよ。日本の学生時代は敬語とか言っても全然覚えられなくて、なんやこれみたいなね。難しすぎるやろみたいな感じで、全然
できなかったわけよね。じゃあいつ覚えたのかっていうと、やっぱり実際に使い始めてからですね。実際に自分が使う立場になって初めて敬語を習得したっていう感じですね。例えばアルバイトを始めるときに初めて敬語というものに接した。そう。アルバイト始める前は高校生だったから、敬語使うときないから、させていただきますかとか使ったことないから、わかんなかったのよ。そう。だから、でも、いつも店員さんってどういう風に何を言ってんだろうとか、そのアルバイトの先輩とか、なんて言ってんだろうっていうのを一生懸命コピーして、もうコピーしたものをそのまま言うみたいな感じで、その敬語に慣れていったという感じですね。だからこう言われたらこう返すみたいなテンプレートみたいなのあるじゃん。あれに近いね。はい。そう。そっから少しずつ、そのアレンジができるようになって、覚えていったって感じだね。そう。だから会社に入った時も最初私電話対応の練習とか本当にできなくて、お電話ありがとうございます。何々株式会社の何々がお受けいたします。みたいなね。もう全然言えなくて。だから読んでたもんね。そう。で、繰り返しやっていけばやっていくほど、こういう時にこういう言葉を使えるわっていうのを、そのアレンジが、その応用ができるようになって、今は普通に電話対応できるけど、最初は本当にできなかった。そう。ちょっとタメ口みたいなの使っちゃうみたいな。ちょっとカジュアルすぎる言葉を使っちゃうみたいなね。こととかもありましたね。そう。なので、敬語は本当に、自分が使うタイミングになった時に、周りの敬語を聞いて覚えていくしかないのよね。本当にそう思う。はい。なので、そんなに焦らなくてもいいし、悩む必要はないです。はい。聞き取れるぐらいは、例えば旅行に行って聞き取れないのが悔しかったみたいな。もっとレベルアップしたいっていう人もいっぱいいると思うから、聞き取れるぐらいの練習はするといいですね。はい。どうやって聞き取るかっていう練習は、私が発売させていただきました。リアル日本語会話北海道出張編を聞いていただくと、敬語の聞き取りがうまくできるようになると思いますので、ぜひ、ご購入ください。はい。じゃなくて、私の教材でもいいんだけど、そのビジネス系のドラマを見てみて、聴解、聞く練習をするとかね。言えなくていいから、聞いて何を言ってるかだけを理解するっていうのはすごい大切だと思うから。はい。はい。無理してこっちから使う必要マジでね、ないよ。観光中とかもね。やっぱ失礼だったかもとかね。やっぱ日本人ってやっぱ失礼に厳しいから、やっぱみんなさ、やっぱ戸惑っちゃうじゃん。やっぱ緊張しそうでしょ、みんな。日本人って失礼なの嫌いじゃんみたいな。でも日本人で失礼な人いっぱいいるからさ。ね。もう本当にそんなにね、肩の力を抜いて会話を楽しんでいただけたらと思いますね。はい。あとね、もう一つは、その反対で、デスマスをすごい使えるんだけど、タメ口を使えないから、敬語やめたいみたいな。わかる？そういう人いっぱいいるよね。やっぱ、教科書日本語で勉強し始めると、デスマスからスタートじゃん。ね。で、タメ口教わってないよみたいな感じになるから、友達ができた時にタメ口を使えないのが嫌だとかいう悩みを私は何回も聞いたことがあって、例えば私と友達の外国人もやっぱみんなデスマスをメインで使うんだけど、はるかに対してタメ口を使いたいっていうことも何回も言われたことあるのね。で、その気持ちめちゃくちゃわかる。やっぱタメ口を使うイコール仲がいいとか、友達はタメ口だろうとか、距離が近くなるにはタメ口を使わなきゃいけないみたいなのはやっぱりみんな思いがちなんだよね。そう。
だし、やっぱ敬語という特別なこの言語がある国って少ないから、敬語イコール距離が遠いとか、丁寧すぎるとか、あとビジネスとか、その友達の間では使わないっていう、その固定概念が多分、その敬語がない国の人は多分あったりすると思うのよ。はい。例えば、私の友達とかもやっぱ友達との間で、例えば私とかで敬語を使うのは違和感があるっていう。ね。友達なのに、ね。言われたりするんだよね。でも、私からすると、全くそんなこと考えたことなくて、敬語だろうが、タメ口だろうが、友達は友達なんでね。別になんとも思わないんですよ。私。はい。だからなんか、敬語使いたくないって言われても、別に敬語使ってもタメ口使っても、あなたへの関係値とか接し方私変わんないから、好きに喋ってって思っちゃうのね。で、私自身も、どんなに仲いい人でも、敬語を喋り続けてることは本当によくあって、逆にタメ口を使う人って学生時代からの友達だけかも、私。うん。まあ、あとは生徒さんとかは、あえて私はタメ口を使うようにしたり、やっぱみんなの練習にもなるでしょ、タメ口を聞いたら。だからあえて私は、生徒さんにはタメ口と敬語をこうミックスさせて喋ったりとか、まあしますけど、私は敬語をデスマスで話す方が結構楽なタイプ。変わってるかもしれないけど、楽なタイプで、やっぱ大人になるとさ、出会う時ってデスマスなのよ。なんか学生時代って学生だからデスマスから始まるコミュニケーションってあんまりないんだけど、もう社会人になったらデスマスから始まるんだよね。年下にもデスマスから始めるし、年上にももちろんそうだし、みたいな。そう。で、私個人的には今までデスマス使ってた人にタメ口使えないのね。私。そう。まあ一番いいのはやっぱデスマスとタメ口をちょっとミックスしながら喋るっていうのがあれなんだけど、私はやっぱり、例えば、サニーサイドジャパニーズというグループクラスコミュニティを私はやってますけど、そのサニーサイドジャパニーズの先生たちとはもう長い付き合いですけど、未だに敬語ですね。うん。だし、一緒にゲームやってるゆうゆうさんも敬語です。はい。別にタメ口にするつもりないです。私は。そっちの方が楽だから。敬語の方が。うん。で、私個人の中では、敬語イコール距離があるって全く考えてなくて、だからすごい仲いい人で、私にすごい敬語を使ってくる人もいるのよ。で、私も敬語で返すけど、全然友達って感じ。本当に。全然一日中一緒にいれるし、一緒にご飯食べられるし、一緒に飲み会に行けるし、一緒に遊べる関係性ではある。別になんかそこでタメ口に切り替える必要はないと感じている。うん。だからみんなも、やっぱ日本人と友達になったらタメ口喋りたいって思うと思うんだけど、まあそれ自体は全然問題ないというか、なんか当たり前のことだと思うんだけど、もし苦しんでる人いたらね、友達なのに私敬語しか使えないみたいな。なんかデスマスで喋っちゃう。嫌だって思ってる人いるかもしれないけど、やっぱ友達の関係値とか距離の近さってそこでは変わらないから、うん。それよりももっとこう、相手のことを知ることですよねって思いますよ。はい。はい。はい。まあもちろん、なんかもうこんなこと言ったらあれですけど、もう人それぞれなんですけど、もちろんなんか、敬語使うと距離感じるからタメ口で喋ってって言ってくる日本人の人もいます。はい。なんか敬語はなんかちょっとよそよそしいから、なんか、タメ口で喋ってよ。タメ口で喋ろうよ、みたいなね。言う人も多いんだけど、まあいるんだけどね。はい。私は逆にそれがすごく苦手なんです。私さ、本当にさ、なんか、タメ口で喋っていいよって言われると逆に喋れなくなっちゃうんだよね。なんか変な喋り方になっちゃう。なんとかさんはなんとかなの
みたいな。なんか、なんて喋ればいいかわかんないみたいな。そう。敬語ってすごい便利なの。私にとってね。その距離の取り方というか、そのどんなに親しい中でも、その、なんていうの、敬意を忘れないっていう部分で、やっぱ敬語ってものすごい便利なのね。そう。距離を取りたいから敬語を使ってるっていう部分は私はないです。よく言われるんだけど、なんか仲良くなりたくない人には敬語を使いますっていう人もいると思うんだよね。私その感覚全くなくて、距離を取りたい人とか、敬語を使うとか、タメ口で、距離を縮めたい人にはタメ口を話すっていう感覚が私は一切ないので、どんな人でも敬語で言いたいタイプ。その方が楽です。はい。っていうね。まあ。だからまあそんなに考えなくていいんじゃないかなって私は思うということですね。はい。はるかって言われようが、はるかさんと言われようが、どちらでも良いって感じですね。さんって呼んでるから仲良くないとかそんなことないですね。うん。はい。私は生徒さんはみんなさん付けです。呼び捨てで呼んでる人いないですね。なんとかさん、なんとかさんって呼ぶし、敬語も今使ったりもするけど、その、関係値は一緒です、別に。うん。まあ、結局は心と心っす。心。心ってこっち？こっちか。右？左？わかりませんけど、心臓の場所。結局は心のつながりだと思うので、敬語とか言葉っていうのは、意思疎通するの、ただのツールだと思うので、はい。これはまあ私個人の意見なんで、まあみんなの周りにいる人は、おい、タメ口じゃないと友達じゃないとか思う人もいると思うんだけど、ね。うん、やっぱなんか敬語はやっぱり、うん、敬語イコールやっぱ距離があるという、感覚はなくていいとは私は思ってますね。うん。あんまりそこまで考えてないと思いますよ、日本の人は。うん。はい。そう。そう。みんなはどうかな。でもやっぱりね、その自分の母語、その自分の国の言葉が敬語がないから、やっぱ日本で敬語を使うとすごい、その、どうしてもやっぱそのなんか距離を感じてしまうみたいな、丁寧すぎてしまうっていうその感覚がね、まあ、なくならない人はタメ口練習すればいいと思いますね。うん。はい。私の外国人の友達みんな敬語使ってるよ。私に。私も使ったりもするけど。別に友達は友達ですね。年が上だろうが下だろうが。うん。はい。っていう。ね。いや、ほんとね、私にとってもほんと敬語って楽なんだよね。なんとかですかとか。なんとかなんですねとか。なんとかしますかとか。あ、そうなんですねとか。あ、なんとかですね。もうほんと楽。ほんと楽。だって失礼もないし、相手にとって。うん。まあ、失礼なこと言っちゃったらあれだけど、失礼になるリスクもなくなるし、うん。私的にはね。はい。ということで、今日はね、まあ、敬語は案外悪いもんじゃないよという話でした。はい、今日話した話、またトランスクリプト作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと、インスタグラム、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。YouTube メンバーシップやっておりまして、メンバーシップに入ると、このエピソードで出てきた難しい言葉を勉強できたり、私の最新ニュースじゃない。日本の最新ニュースを学べたり、私の最新ニュース学んでも何も面白くないよね。すいませんね。何の勉強にもなんない。日本の最新ニュース学べるたりしますので、ぜひお待ちしております。そして会話教材、私のウェブサイトでなんか来た、発売中なので、こちらもよろしくお願いします。そしてサニーサイドジャパニーズポッドキャスト、他の先生とやってます。みんな敬語で話してますけど、仲いいっすよ。サニーサイドの先生たち。うん。
はい、すごい面白いので自分で言っちゃうけどすごい面白いのでぜひ聞いてみてくださいでサニーサイドジャパニーズもメンバー募集中です。グループ会話クラスコミュニティ、みんなで和気あいあいと本当にねやってます。楽しく。はい。そしてゆうゆうさんとやってる春とゆうゆうのゲームで日本語というチャンネルも、チェックしてみてね。はい。なんか画面が暗くなった。もう一個。はい。暑いんだけど。エアコンついてるよね。なんでエアコンついてるのにこんな暑いんだろう。勘弁して。夏。はい。もう8月だね。あっという間に夏って終わっていくんだな。やっぱ夏ってさ、暑くて耐えられないけどさ、終わると寂しいんだよね。はい、まあね、結構セミの声とかを聞いてね、ギリギリまで夏を楽しんでいきたいと思います。ということで皆さんまた次回バイバーイ。いつもありがとう。